皆さんこんにちは。今回は山形県白布温泉中谷別館不動閣をご紹介します。白布温泉は約700年の歴史を誇る米沢八湯の一つで、蔵王温泉、高湯温泉とともに奥州三高湯の一つにも挙げられる名湯です。中谷別館不動閣は最上川の源流沿いに佇む異なる時代に建てられた3棟からなる温泉旅館で、オリンピック風呂と呼ばれるお風呂が名物の老舗旅館です。今回は中谷別館不動閣の温泉付き客室せせらぎに宿泊しました。この動画では宿の歴史と概要、不動閣のお部屋、名物オリンピック風呂、夕食と朝食まで中谷別館不動閣の魅力をフルレビューします。見どころたっぷりの動画となっていますので、ぜひじっくりとご覧ください。米沢市から車で約30分、ゴールデンウィークの白布温泉にはまだ桜が咲いていました。中谷の歴史と概要をご紹介します。東連峰と最上川源流、自然豊かな磐梯朝日国立公園内に中谷別館不動閣はあります。白布温泉の開湯はなんと鎌倉時代の昭和元年。中谷は白布温泉の開湯とともに創業。700年以上の歴史を誇る大変な老舗旅館です。江戸時代の文政年間に建築されたとされるかやぶき入母屋造りの旅館、東屋、中屋、西屋の3軒は白布温泉を象徴する旅館として山をバックに3軒がきれいに並んでいました。ところが2000年3月25日、中屋を火元にする火事が発生。この大火により中屋、東屋が全焼。その後、奇跡的に類焼を免れた西屋はかやぶき屋根のまま、東屋は1年半のブランクを経て新しい建物で再建。中屋は本館の建て替えはせず、以前からあった別館で営業を再開しました。旅館の名称が中屋別館となっているのはそのためです。現在の中屋別館は大正時代の木造建築の不動閣、昭和時代建築の渓谷館、平成時代建築の黎明館の3つの建物があり、全25室。今回宿泊する不動閣は大正時代に建てられた酒造店を昭和34年に移築したもの。昭和レトロな雰囲気漂う渓谷館の入り口から館内に入ってみましょう。ロビーでお茶をいただきながらチェックインです。お風呂や食事の時間などを説明してもらいました。
でこれが今回のお部屋、せせらぎ。そうだね。こんな感じの鍵で、全部閉めるのも開けるのも鍵一つ。こんな感じだ。でこうやって開けるんだ。うん、開けるでしょ。ちょっと待ってよ。外から鍵閉めるの大丈夫だけど、うんちょっと待って、内側からどうやって閉めるなるほど、こういう感じで。の？ああ、すごうん。だいです。けどカーテンは常に閉めてないと中丸見えないんだよ。そうそうそう。丸見えって言ってもここちゃんと扉がついてるから、扉あるからね。さあまずはこっちが左から行く？お風呂とトイレ。そう、お風呂がついてるんですそう、よ。温泉のね。そう、唯一この部屋だけうん。ゆっくり開ける。ほら、すごい大きいよね。結構さ、大きくて深いよね。うん。深い。で段があってさ、ここそうに。で周り木がこうなってて、結構高級感もある感じ。そう、外からさ、もう渓流そうの流れる音がすごい聞こえる。聞こえてくる。もしかすると見えるかもしれないけど、開けれないようになってるね、ここはね。ちょっとだけ開いてるけど。ちょっとだけ開いてるけどね。うまあでもね、あとほら洗い場もちゃんとあるかん。ら。洗い場もついてるから。シャンプーはエコロジー&セーフティー、ね。お部屋のお風呂でこれだったら十分だね。十分だね。でもね、すごい。で隣がお手洗い。お手洗いね。わお。おお、綺麗なおトイレじゃないですか。しっかりウォシュレット付きだ。これ大事だよね。そう大事。ウォシュレット大事。そうここにちょっとカーテン一枚欲しい感じだね。ああ、そうだね。ちょっと確かにちょっとシルエットがね、シルエットは見えちゃう見えるかもしれない。はい、それでこっちが洗面ですじゃあ洗面ね。洗面は普通にお湯も水そうねも出る感じだよね。シンプルな洗面だね。歯ブラシとかちょっとアメニティは別のところに。こっち冷蔵庫ね。冷蔵庫。お水が水オンリーありました。じゃあ開けてみよう。いくよ。オープン。おお。すごい雰囲気が最高だね。結構ね、やっぱ上の方とかすすけてる感じは、色はね、見えるけど。でも綺麗に手入れしてるね。綺麗になってる。すごい綺麗。電話いいね。これね、ダイヤル式のこれ。ダイヤル式だ。あ、こっちは床の間かな、これはね。一応ね、床の間にテレビが置いてある。お部屋がね、2間あるんだよね。こっちが6畳で、そっちの寝室が6畳。あとは真ん中に広縁があるんだけど、ちょっと広縁まで行ってみようか。これもなんかいい感じだね。スタンドね。スタンドね。レトロだね。いい雰囲気が出てる。で、こっちが広縁で、ほら、渓流がね、ちらっとだけど見えちゃう。こっちからね、ちらっとだけ。で、結構この広縁も広いよね。広いね。カーペットで。広いしね。で、こっちがお部屋で、テーブルと座椅子とね、お茶菓子です。お茶菓子。おせんべいだね。東せんべい。煎茶とほうじ茶。もうちゃんと2種類あるのね。2種類用意されてる。寝室はもう最初に布団をこう敷かれてて。そう、最初から敷かれてるの。こんな感じで。3人分ね。で、この毛布がさ、中や不動格って書いてあるんだよね。こんな感じで。ちょっと寒くないように上に毛布をかけてるのね。それで、それでこちらの角のここの障子をちょっと開けてみようか。開けてみよう。じゃじゃーん、ここに川が角だからね。川が見えます。向こうからこう流れてくるのね。ここはなんでこの木を張っちゃってんだろう。そうだね。なんか理由があるんだけど、見えるの上から。見えるね。だから本当にすごい、もうここは激しい流れが結構ね、癒されるわ。激しいけど癒される。激しいよ。最上川の源流なんだってこれ。大増川っていう川。あとはこれドレッサーです。ドレッサーもね、なんか年季の入ったちょっとね、昔風なんか花嫁道具の一つみたいな感じで、綺麗に手入れ。そう、指紋一つもないです。ことにはちゃんとほら中屋って書いてある。書いてるね。特大まであるんだね、サイズは。そうそうそう。なかなかザ温泉という感じの。いいじゃないですか。こういうのも。いい浴衣。あとは羽織が下にあって、足袋があって、子供用のもちゃんと揃えて、ちゃんと可愛いタオルが入ってる。
本当だ。可愛いタオルと。いいね。歯ブラシも入ってるね。そう、よかった。フェイスタオル、ちょっと模様が書いてある。いい感じだよ。もうオリジナルですよ。これいいね。いいね。バスタオルとね、巾着と。そうそうそう。それからね、お部屋で Wi-Fi が利用できます。Wi-Fi の通信速度がなんと430メガ bps とめちゃくちゃ速いんですけども、この山奥でね、こんなスピードで通信できるのはとてもありがたいですよね。あとは、携帯の電波ですね、ドコモですけども、こちらも全く問題なくつながります。はい、それではお部屋のお風呂入ってみたいと思います。結構ね、お風呂深めなので注意して入んないといけないですね。湯船に関しては、全体タイル張りなんですけども、お風呂の半分ぐらいですかね、半身浴用のこういうちょっと段差がありますね。お風呂はね、広さも十分にあって、一人であればもうほんとゆったりと入れるような、そんな感じのお風呂になってます。周りのね、木の縁取りなんかもちょっと高級感があっていいですよね。そして上の方はね、こんな感じで、窓があって、こちらの窓はね、ちょっと開くことはできないようになってるんですけども、川の音がね、結構聞こえて、まさにせせらぎのお風呂という感じになってます。で、お湯については無色透明ではあるんですけども、ほんのりとね、硫黄の匂いがして、湯の花がね、結構こう舞ってるんですね。ですので、若干白濁りといいますか、そんな感じのお湯になってます。で、お湯はね、こちらのホースから源泉が出てまして、60度ぐらいあるような源泉ですから、結構な厚さの源泉がこちらからこんな感じで出てます。これ蛇口を開けるとこれぐらいのかなりの勢いのね、お湯が出てますので、結構な量の源泉がね出てくるということになってます。流しっぱなしだと結構熱くなりますので、実際に入るときはね、こちらの水でね活用して入るような、そんな感じになりますね。こちらの中屋別館では温泉付きのお部屋はこちらのせせらぎというお部屋だけということになりますので、お部屋でこんな感じで温泉に入れるというのはとても嬉しいですよね。ここだね、多分。そう。この場所じゃない？この。そう、ここがね。後ろ空いてるもの。ここが中屋があった場所なんだ。右が西屋で、左が東屋。もう東屋はもう完全に新しい建物になってるね。するする、硫黄の匂いする。うん、するするする。ね。こんなところに。ねえ。うん。ここ触るんじゃない。でさ、上の方に温泉神社上にあるよ。ね、あるね。うん。で、こっちが西屋ね。こっちが西屋。で、こっちが東屋と。うん。ここに建物があったんだね。そう、あったのよ、かやぶきのね。もうそれも歴史なんだ。それも歴史だね。ああ、硫黄の香りがしてる。かなり降りるんじゃないのこれ。ちょっとこれどうなってんの？入り口間違ってる？もしかして。いや、大丈夫。あ、ほら。心が折れそう。こっからスタートだね。降りるんだ、こんなに。ここで見てたらダメ？またそういうこと言う。ここで座って見ててあげるから。行ってみましょう。足腰鍛えれるよ。これさ、降りるのはいいけど帰りがきつそうだよね。そう、帰りがきついのよ。すげえなこれ。でも皆さんのために頑張ろうか。うん。滝を見せてあげよう。よし、行くぞ。これさ、結構さ、一段一段も高いの。高いね。うん。怖っ。ちょっと絶対明日さ、膝ガクガクだよ。ほんと滝あんのかな。
帰りおんぶして帰って聞いてんの？おお、すごい。おお、すごいな。わ、結構近くまで行けそう。すごい。すごいね。すごい量だね。うん、すごい。豪快に流れてる。うわ、素晴らしいね。心が現れてきますよ。ロッキーが優勝した瞬間、テーマソングうん、流れてんの？エイドリアン。エイドリアンって叫びたくなる本当に。ではオリンピック風呂をご紹介します。源泉名は白布温泉 pH7.8 のカルシウム硫酸塩温泉です。はい、こちらがオリンピック風呂男湯の脱衣スペースということになります。こちらには脱衣かごがありますけども、全体の広さはねかなり広い脱衣スペースということになってます。こちらにはね洗面が用意されてますけども、こちらにドライヤーも用意されてます。そしてこちらが男のオリンピック風呂ということになります。内湯になりますけども、全長がね18メートルの非常に長い湯船になってまして、オリンピックのね年にできたお風呂ということでオリンピック風呂という名前がついてるみたいですけども、まさに何かこうオリンピックのプールを思わせるような、もう本当泳げそうな感じのね、そんな感じのお風呂になってます。湯船自体はねこんな感じのタイル張りの湯船になってますけども、こういった形で、木の縁取りがされていて、そして全体にねこんな感じで大きな窓がありまして、渓流の景色がねよく見えるような、そんな感じのお風呂になってます。右側に渓流がね豪快に流れてるのが見えてまして、そして左側のねこちらに細い滝が見えてますけども、これは温泉が滝のようになって流れてきてるということみたいですね。非常に見応えのある景色になっています。お湯はね無色透明無臭のお湯で、結構厚めなんですけども、ほんのりとね硫黄の匂いがするような、そんな感じのお湯になってます。pH もね中性に近いので、入りやすいお湯かなというふうに思いますね。洗い場はねこちらに十分な数用意されてますね。シャンプーはエコロジー&セーフティーというシャンプーが用意されてます。こちらがオリンピック風呂女湯の脱衣スペースということになります。こちらもねほぼ男湯と同様の広さの脱衣スペースになってますね。こちらには洗面がありまして、こちらにドライヤーも一つ用意されてます。こちらにはねベビーベッドもありますね。そしてこちらがオリンピック風呂女湯ということになります。男湯と同様に非常に長さのある特徴的なお風呂になってまして、女湯のオリンピック風呂は男湯よりも少し長さが短くて13メートルということですけれども、それでもねこれぐらい広ければもう本当20人以上ゆったりと入れそうな、そんな感じのお風呂になってます。そしてこちらの大きな窓からは外の景色が見えまして、川はねちょっと下の方にあるのでなかなか見えないかもしれませんけども、外の山の景色が見えるということになってます。お風呂は男湯と同様にタイル張りで、周りにねこんな感じで木が縁取られてまして、そしてお湯はねちょっと厚めではあるんですけども、下の方に白い湯花がね結構沈殿するような、そんな感じのお湯になってまして、
色自体はねほぼ無色透明で、ほんのりと硫黄の匂いがするようなそんな感じのお風呂になってます。お風呂に入って端から見るとおそらくこんな感じで見えると思いますので、なかなかねこれぐらい特徴的なお風呂はないのかなというふうに思います。で源泉は 100% かけ流しということで、若干厚めのお湯という感じになってます。シャワー付きの洗い場がねこちらに十分な数用意されてますね。続いて露天風呂をご紹介します。はい、こちらが男性の露天風呂の脱衣スペースということになります。カゴがね置かれてるだけのシンプルな感じの脱衣スペースになってまして、そしてこちらにはもう目の前にね露天風呂が見えてます。そしてこちらが男性の露天風呂ということになります。湯船自体はタイル張りのかなり大きめの、10人ぐらい入れそうな湯船になってまして、上には木がね縁取られているという感じになってます。露天風呂ということですけども、屋根はかかってますが、向こうの方はねこんな感じで大増川ですね、川の景色が豪快に見えて開放感も十分にあるのかなというふうに思います。源泉はこちらからねかなりの湯量で流れてますよね。洗い場はありませんけども、広さも十分でね開放感も十分にある露天風呂ということになってますね。はい、こちらが女性の露天風呂ということになります。男湯と同様に脱衣スペースはかなりシンプルな感じになってますけども、カゴがあるだけという感じになってますね。こちらには洗面が用意されてますけども、露天風呂にはね洗い場はないということになってます。お風呂はねこんな感じでもう見えてますけども、こちらが女性の露天風呂ということになります。やはりね男性のお風呂と、大きさほぼ同様かなというふうに思いますけども、湯船の奥の方に来ますとこんな感じで渓流の景色と、それから崖の景色が豪快に見えるようなそんな感じのお風呂になってます。屋根はありますけども、これぐらい景色も良くて開放感のあるとてもいい露天風呂になっています。いいね、山のものって感じで、いただきます。乾杯。乾杯。すごい綺麗な赤です。しっかりめのワインです。辛口で美味しい。お肉が焼けてきたみたいなんで、お肉を先にいただこうかな。じゃーん。お肉美味しそう。簡単に一人焼肉してる感じ。美味しい。柔らかいですよ。ちゃんとさ、山奥なんだけどお肉も出ててありがたいですね。ね、本当ね、そうだよね。はい、鯉のお刺身とこんにゃくのお刺身になりますので、こちらの方の酢味噌をつけてお召し上がりください。鯉のお刺身。鯉の骨の唐揚げになってまして、こちらが醤油味で、こちらが塩味で、2味の味で楽しんでいただきます。全部食べられる感じなんですか？はい、そうです。すごいね。美味しい。カリカリ。なんか身がしっかりついてる。こっち味が2種類。
お肉も焼けてるからご飯も一緒に食べちゃって全部一気に仕上げたい感じ。本当ですね。こう全部いっぺんに出てるから、好きなものから食べれるよね。こう順番じゃなくて。このね、お刺身行こう今度スミスで。鯉のお刺身ってちょっとざらつくんじゃなかったっけ？どうだろう。記憶にでも薄く切ってるね。薄いペラペラ。おー、たっぷりつけちゃった。コリッコリ。舌触りはやっぱりざらつくけど、でも薄く切ってあるから食べやすいよ。とあとこんにゃく。山形はこんにゃくも美味しいからね。ちょっとこの色がついてるのは何だろう。美味しい。あ、柚子こんにゃくだって。すっごい太いよこれ。うどだね、うど。さすが山のもの。山うど。味付けしてあってうまっ。ご飯。美味しい。肉も魚もあっていいね。ね、肉も魚もさ、結構しっかりしたのが。やっぱ両方あるといいよね。豪華な感じ。そう。いろいろあっていいな。田舎料理もあって、やっぱりちょっと変わり種のものもあるし、この鯉の唐揚げとかさ、いいね。すごいボリュームすごい。はい。はい。すごいね。結構ボリュームすごいね。結構ある。わ、これ美味しそうだな。米沢牛の筋煮込みで。米沢牛ってのがすごいな。柔らか。美味しい。これさ、これ汁ごとさ、ご飯にかけて食べたいね。ああ、確かに。玉こんも入ってんじゃないこれ。玉こんにゃく、山形名物。まず一口。この上に乗っかってるのはなんだろうこれ。美味しい茶碗蒸しだ。あっさりめのね。あ、エビは見えた。エビいたよ。エビはいたよ。これ何？ない。いないね。ない。いないね。中に入ってるものを全部食べちゃったから、あと卵豆腐になっちゃった。これさ、珍味って書いてんだけど、なんだろう。珍味だけ？珍味。食べてみて。珍味？なんで先に食べさせる？わさびの香りがする。数の子。珍味だ。でもこのわさび風味あるよね。数の子のわさびマヨネーズだ。冷たいお蕎麦ね。うまっ。この蕎麦はあそこの近くのお蕎麦なのかな。お蕎麦屋さんが一軒だけあるね。東屋とかっていう。さっぱりするね。あ、これは鶏の出汁が効いてるお吸い物だ。ね、うまっ。満たされた。はい、ごちそうさまでした。お部屋からの朝の景色です。
でこちらの寝室側から、今窓をちょっと開けてるんですけども、こんな感じでね、滝といいますか渓流の景色がずっと見晴らせて非常にいい景色にはなってますね。結構ね、川の音は、夜の間ももちろんずっと聞こえてますから、気になる方は気になるかもしれませんね。非常にいい景色とね、それから川のせせらぎ、まさにお部屋の名前もそうですが、せせらぎがずっと聞こえてるような、そんな感じのお部屋になってます。おはようございます。昨日も良かったな、温泉が。特に、オリンピック風呂も暑かったけどね。暑かった。ね、できればね、もうちょっと長い方の男性用の風呂も入りたかったけど、入れ替えがないっていう。あと露天風呂も渓流がこう眺められて、すごく良かったね。だからもう食べたらまた入りたいなと思います。そうだね。はい。ではいただきます。すごいこう田舎料理って感じでいいね。ほっこりしますね。田舎料理だね。なめこ、これもあれなんじゃないの？この天然のなめこなんじゃないの？そうかもね。ほうれん草ともやしのおひたしかな？そうだね。本当シンプルだけどなんかすごいこうやってよそってもらうと食べれるよね。美味しい美味しい。全部ご飯とセットがいいね。この海苔もそうだし。旅館の朝食って感じだよね。おかめ納豆だよ。ちょっと早めにさ、こうかけて食べとかないとさ、ご飯ばっかり進むよね。そう。結構配分が難しいよね。そうだね。高速で回転をして粘りを出して。すごいね。すごい粘りを出して。納豆いきます。これどうなんですか。納豆しか取れてない感じがするんだけど。納豆巻きみたいな。うまっ。好きです。茎も綺麗な透き通ってる茎。冷ややっこいきますか。冷ややっこ。しっかりしたお豆腐っぽいけど、でも結構崩れるかも。これはこれだけで単体で食べた方がいいかも。ご飯と一緒じゃなくて。ね、お豆腐ね。豆腐。飲み物にしちゃいそう。崩れちゃうから。本当だね。柔らかい。温泉卵登場。さあ。柔らかさチェック。ちょっと傾けて。ほら、柔らかい。これは柔らかい。すごい柔らかいね。柔らかいね。やっぱこういうところの温泉卵美味しいね、濃厚で。美味しかった。今日もたくさん食べた。ごちそうさまでした。フロントでチェックアウトです。今回は不動閣温泉付き客室、宿泊費は家族3人で54,000円でした。白布温泉中屋別館不動閣いかがでしたか？白布温泉の歴史を感じることができる素敵な宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、引き続きご覧ください。